はい、どうも藤井拓夫です。今回はブラウザ自動化ツールゼロワークの基本的な使い方をゼロから解説していきます。で、通常技術的な知識がないと使いこなすのが難しいと思われているこのツールなんですが、この動画をご覧いただくことによって、技術的な知識が全くない初心者でも、あとは英語が苦手な人でも自動化を作ることができます。で、別の自動化ツールでタスクマジックという自動化ツールがアプスーモで販売されていたんですが、こちらはもう売り切れてしまいました。ということで、ゼロワークの自動化ツールはまだ特別価格で販売されていて、ゲットすることができます。で、こちらの自動化ツールに関して、ゼロワーク通常価格はですね、こちら料金プラン確認しますと、通常は月額40ドルです。日本円で約6300円ですね。つまり月額6300円のツールなんですが、こちらのアプスーモでは79ドル、つまりだいたい1万2000円ほどの買い切りで入手することができます。つまり一度支払うだけで入手できるということですね。毎月のサブスクを払う必要なく、月額6300円を支払う必要なく、たった一度1万2000円を払うだけで入手ができるということです。円安とは言っても買い切りなので相当安いですよね。毎月6300円払うのか、それとも一度1万2000円を払って入手するのかということです。だけど、まずはこの動画をぜひですね、ご覧になっていただければと思います。で、その上で自分でも自動化作れそうだなと感じた時にぜひ購入をしてみてください。では、少し前置きが長くなってしまったんですが、このくらいにして始めていきましょう。では、ゼロワークの使い方を解説をしていきます。まずはゼロワークですね、ログインをします。そうするとダッシュボードが開きます。で、ここで難しい説明をするつもりはありません。ここですね、このように自分が作った自動化がここに並んでます。自動化をここを押して作っていくことはできるんですが、自動化を作るとここにどんどんと並んでいきます。で、左にメニューがあります。タスクボット。これがですね、自分が作った自動化です。その下、テーブルがありますね。これはデータの保管庫だと思ってください。自分が自動化を作って、その自動化で抽出したデータとか、そういったものを保管するテーブルというのを作成することができます。これは後ほど解説しますね。そして、設定。ここあります。で、この設定のところを押すとですね、あらゆる OS でゼロワークをダウンロードすることができます。Windows であればこちらを押していただいて、MacOS であればこちらと、このように選択することができます。タスクボッツ、こちらを押します。そして、まずは自動化を作ります。右上の Create New Task Bot というところを押しますね。そうすると、ここでこのような画面が開きます。で、まずは左上をご覧いただくと、ここですね。自分でその自動化の名前を設定することができます。変更してみましょうか。テストと名を付けました。で、このゼロワークに関しては作った自動化っていうのは自動的に自動保存されていきますので、いちいちセーブボタン、保存するボタンを押す必要はありません。で、まず、自動化を作るための基本的な流れとしては、右のサイドバー、こちらにいろいろと並んでますよね。ここからやりたいことをこうやってドラッグ&ドロップで追加していくというイメージです。で、追加して、いらないなと思ったら、ここ×ボタンを押して消すことができますし、追加して、例えばさらに詳細を設定したい場合は、このアイコンを押すと詳細を設定することができます。で、今ここ追加したのは何かっていうと、オープンリンク、つまりページのリンクを開くということです。じゃあ例えば、このゼロワークの販売ページを開く自動化を作ってみましょうか。じゃあこちらのページの URL をコピーして、このアイコンを押します。そして今コピーした URL を貼り付けますね。で、そしてこちら、大事な機能があります。このページを開いてから何秒間待つってことを指定することができるわけです。これはどういうことかっていうと、例えばページを開いてすぐに違う動作を加えちゃう。例えばページを開いてすぐに特定の場所をクリックするみたいなことをすると、これロボットがやってるんだなってバレちゃうわけですね。だからそういうふうに判定されないためには、こういった遅延を入れるってことが大事です。あとは例えばページを開いて何か動作を行うってなっても、まだページが開ききってない、ページの読み込みってのがありますから、そういうことを加味してこの遅延を入れる必要があります。例えば、3秒間遅延を入れてますね。そうすると、これページを開いて3秒間待つということが行われます。で、まずですね、先ほどダウンロードしたゼロワークのアプリをですね、起動します。ゼロワークエージェントを起動すると OK です。じゃあ始めましょうか。自動化ですね。今一つだけ設定しました。オープンリンクを設置してページを開くという自動化を作りました。で、ゼロワークエージェントも起動しているので、ここで起動しましょうか。この再生ボタンを押します。そうすると、この自動化が立ち上がります。はい、別のタブでページが開きました。そして3秒経ってからページが閉じられます。こういうことです。じゃあ、例えば、このページ内の、そうですね、このレビューというタブ、ここを押すっていうことをしたいならどうすればいいのかというと、これはですね、右横のクリックウェブエレメントというところを設定します。そうすると、ページを開いて、どこかの場所をクリックするっていうことを行うことができます。はい。これ連携するわけですね。こうやってつなげることができるので、こうやってつなげます。そして、このクリックウェブエレメント、ここを
アイコンを押すと CSS or XPath セレクターと書いてます。これを入力してくださいと書いてます。どういうことかっていうと、例えばこのレビューのタブを押したいのであれば、このレビューのタブはどこなんですかってことを示す必要があるんです。それをどうやって示すのかっていうと、CSS のセレクターもしくは XPath、このどちらかを使う必要があります。これを見て、最初の初心者の、悩みとしては、いや、私そんな知識ないよ、難しそうだなって感じるでしょう。そんな方にお勧めしたいツールがあります。それがこちらですね。CopyCSS セレクターという無料の拡張機能があります。これを、ダウンロードしてインストールしてみてください。こちら無料です。で、これをインストールするとどんなことができるのかというと、CSS のセレクターやXPath の知識がなくても自動化を作っていくことができるわけですね。例えば、このレビューのタブ、どうやって示せばいいのかというと、右クリックします。そうすると、このメニューの中に CopyCSS セレクターと出てますね。ここを押します。そうすると、今、ドットの枠が出ましたよね。ここで、レビューのタブの CS セレクターを取得することができたんです。じゃあこの取得した CS セレクターをここに貼り付けます。はい。じゃあこれもちょっと時間を入れて様子見ましょうか。7秒程度やってみましょう。じゃあ実際に起動します。再生ボタンを押しますね。そうするとこちらアプスモの販売ページが開いてレビューのタブが押されます。ここですね。押されましたよね。であとは、時間を7秒程度待ってからこのブラウザが閉じられます。はい、つまり、このどこをクリックしたいのかとか、そういったことを指定するには、この CopyCS セレクターを使うとすごく便利です。特に初心者は。これは分かりやすく言うと、自転車の補助輪のようなもので、CopyCS セレクターを使うことによって、この補助輪的な役割を果たしてくれます。で、実際これをなしで、CSS セレクターを理解するためにはどうすればいいのかというと、Chrome であれば F12 のキーを押すと、このように出てきます。こういった検査ツールが出てくるわけですね。で、このレビューのタブってのは、ここですね。このボタンのこれですので、こういった要素を見ながら自分で作るといいと思います。わからなかったらチャット GPT で聞くということもできます。でもしこれが最初ちょっとやっぱり難しいと思います。これ自分で作るっていうのは CSS セレクターの知識がないとか HTML の知識がないという方はちょっと難しいっていうところだと思うんで、最初はですね、補助輪であるこの CopyCS セレクターなんかを使っていただくといいと思います。あとは、これですね、私の場合はセレクターズハブっていうものを入れてるんですよ。セレクターズハブ。これ何かっていうと、これも同じような拡張機能で、これも、無料で使えます。ただ無料版はちょっと広告が出てしまうので、それだけ注意してほしいんですけど、これもですね、先ほどの CopyCS セレクターと同じで、使うとどういうことができるのかというと、例えばですね、ここで、このレビューのタブを押すと、ここのレビューのタブは、この XPath ですよとか、この CS セレクターですよってことは自動的に検出してくれるわけですね。だからここで手に入れた CS セレクターや XPath をそのまま使っていただいて、やることもできます。そうするとですね、この CopyCS セレクターやこのセレクターズハブの拡張機能を使ってこういった場所を指定するってことは容易になりますので、ぜひこういったものをまずは活用してみてください。どちらも無料で使うことができます。じゃあちょっと次の手順に説明いきましょうか。こういったところで、ページを開いてクリックするという自動化を作ってみました。はい。じゃあ例えば次にですね、何かページ内の画像とかを保存するとか、画像やこのテキストを保存するってことを行ってみたいと思います。要はスクレーピングですね。これをどのように行うのかというとですね、まずはですね、ゼロワークに戻って、こちらの自動化を作るフロー設計図の中で、右のサイド側から、こちらですね、Save Web Element。これを追加しましょう。はい。で、これはですね、ページ上の要素を保存することができる、ブロックなんです。じゃあちょっとややこしくなるんで、今追加したこっちの方は消しましょう。クリック Web Element は消して、代わりにこっちを追加します。はい。で、例えばですね、これを行って何を保存しますか？最初はテキスト保存しましょうか。このゼロワークのサブ見出し、これを保存するようにやってみたいと思います。ここの今追加した Save Web Element のアイコンを押すと、ここにまた先ほどと同じように CSS セレクターもしくは XPath のセレクターを入力するエリアがあります。で、CopyCS セレクターなんかだったら、取得したい要素にカーソルを合わせて右クリックします。そして CopyCS セレクターを使って、この要素をコピーします。で、入力エリアに貼り付けました。あとはこの次ですね。何を保存しますかと出てます。で、今回はテキストを保存したいのでこのままでもいいんですが、例えばリンクを保存するとか、あとは特定の要素を保存するとか、HTML で保存するとか、画像を保存するといったことを指定することができます。今回はこのサブ見出しのテキストを保存したいので、テキストとそのままにしておきますね。で、どこに保存しますかということです。この保存先について最初の冒頭で出てきたテーブルが役立ちます。ですね、このフローを作る画面の左にメニューがあります。表示されてない場合はこのアイコン
コンを押すと表示されますね。この中に、テーブルズというところがありますね。このアイコンを押しますと、新しいテーブルを追加することができます。新しいテーブルを作りますね。テーブルのタイプを選択します。難しいことはありません。Google スプレッドシートから追加するのか、自分が持っている CSV ファイルをインポートするのか、もしくはゼロから作るのかということを選べます。ゼロから作る場合はここを押していただくといいです。で、テーブルのタイトルを設定します。テストテーブルと名前を付けました。次に列の名前を設定します。例えば、今回はサブ見出しを保存したいので、サブ見出しと名前を付けました。さらに列名を設定したい場合は、ここで新しい列を設定することができます。もう一つ、画像ってのを入れましょう。画像も入れましょうか。画像。これでじゃあテーブルを作ります。この列の名前は後で設定できるんで、とりあえず2つだけ設定したとイメージしてください。じゃあ×ボタンを押しますね。では話を戻します。Save Web Element、このアイコンを押すと、この保存先を設定できるんですが、ここで先ほど作ったテストテーブル、ここのどこの列に設定しますか、保存しますかということを指定できます。じゃあこのサブ見出しというところ、この列に保存するようにしましょうか。では、保存します。じゃあ実際に実行しますね。そうすると、見ていてください。起動すると販売ページが開きます。そしてこのサブ見出しのテキストが保存されて、ここのテストテーブルを押すと、はい、保存されてますね。このように保存されます。なので、こちら、どこを保存するのか、何を保存するのかということも、この CSS セレクターや XPath を指定することで、保存する要素を指定することができます。じゃあ消しましょうか。データを消します。じゃあ次にですね、こちら、名前つけますね。サブ見出し。じゃあ別にもう一つ、画像を今度は保存してみましょうか。Save Web Element を置きます。で、これもつなげますね。で、次にですね、保存する画像というのが、この販売ページのこのトップの画像を保存しましょうか。こちらを保存するようにしたいと思います。もっと短くすることできます。これは、自分で短くしてもいいですし、もし難しそうであればチャット GPT なんか使って、HTML で出して聞いてみてください。じゃあ今回このままいきましょう。かなりはしょるんですが、もう一度やっていきます。はい、画像が保存されてますね。こんな感じです。ただ、私が先ほどから説明が詰まったところがあったと思うんです。この CSS セレクターであったりとか、ここですね。このセレクターを見たときに、これは後で説明しますねっていうちょっとぼかした説明をしましたよね。なんでこれをぼかしたのかっていうと、ちょっとこの CSS セレクターは弱いんです。ページの構造が変わると、この CSS セレクターが機能しなくなるんです。この場所を保存してくださいっていう風に指定してるんですけど、ちょっとページの構造が変わると、これは機能しなくなってしまいます。だから、堅牢、つまり硬い、強固な、しかも柔軟性がある CSS セレクターもしくは XPath を指定する必要があるんですね。ページの内容が少し変わったところでも問題なく作動する CSS セレクターが必要なんです。これに関しては、別の動画で解説していますので、ぜひご覧いただければと思います。簡単に言うと、チャット GPT など AI ツールを使ってこの CSS セレクターを特定することができます。この HTML から、堅牢で柔軟な CSS セレクターを生成してくださいといったことを聞くこともできます。ただこれをずっと続けていると実力が身につきません。要は CS セレクターの内容というのをですね、最終的には自分で作れるというか作れなくても理解できるようになる必要はあります。ただ最初はこれでいいと思います。チャット GPT を使って CS セレクターを作ったりとか、あとはこういったコピー CSS セレクターやセレクターズハブ、こういったものを使って補助ツールを使ってやっていくといいと思います。ということですね。なので、ちょっとこれはまあ弱いということは頭に置いておいてください。でも最初はこれでいいってことも頭に置いておいてください。最初は初心者はこれから始めてもらえればいいです。自分で自動化を作れる実感を持っていただきたいんです。だからこれでいいんですね。保存するということに関してはこれでご理解いただいたと思います。じゃあ次ですね。次のステップに行こうと思います。じゃあ例えばですね、ページをじゃあ変えましょうか。これゼロワークですね。例えばこれご覧ください。アプスーモの商品ページの一覧です。各商品のリストがここに並んでいますよね。今回はこの商品のすべてのタイトル、各商品のタイトルと説明欄と画像をそれぞれ保存するということを行いたいと思います。で、このページの構造上、下にスクロールするとさらに読み込まれていくっていうこういう仕組みです。で、このボタンを押すとさらに読み込まれるっていうことになりますが、ひとまずは今表示されているこの画面上のページのタイトル、説明文、画像をそれぞれを保存するってことをやっていこうと思います。この場合は先ほどとやり方が少しだけ変える必要があります。先ほどはこの一つのページ内、
一つのページ内のこことここを保存するってことをやりました。だけど今度は複数の項目を保存する必要が出てきます。毎回これをコピー CS セレクター使って、これ全部コピーしてその都度やってるなんてめんどくさいですよね。どうすればいいのかというと、じゃあまずオープンリンクのリンク先を変えましょうか。今度は商品ページじゃなくて、この商品一覧ページの URL をコピーします。で、これを入れ替えますね。先ほどの上書きします。はい、上書きをしました。ちょっと時間差を加えましょう。次に使うのは何かというと、ここは消しましょうか。次に使うのは何かというと、右のサイドバーからこれですね。スタートリピートを使います。これを掴んで設置します。このスタートリピートっていうのは、同じ作業を複数回繰り返すということができます。例えばこのページで言うと、このページの商品のタイトル、説明欄、画像を保存するという行為を、ここでもというふうに複数回繰り返したいわけですよね。一つだけだったら繰り返す必要はない。複数個を保存したいという場合は、このリピートを使います。で、オープンリンクとスタートリピートをつなぎますね。次にですね、何をやるのかってことを入れます。ページのタイトル、商品名と説明欄と画像それぞれを保存するってことを行いたいので、3つ保存するってことを指定する必要なんですね。タイトル、説明文、画像。なので、Save Web エレメントを3つ設置します。1、2、3と。こんな感じでどうでしょう。こういう感じですね。つなげてみました。で、まず、これがタイトル。で、これが説明文。で、これが、商品画像ですね。それぞれを保存するってことを行いたいので、まずはタイトル。これですね。このタイトルの部分の CSS セレクターを指定する必要があります。コピー CSS セレクターを使うとコピーをすることができます。これタイトルですね。保存します。次にこちらの商品説明文ですね。これをここに保存します。そして最後に画像ですね。商品の画像。この画像の CSS セレクターを貼り付けます。で、テキストじゃなくてこちらはイメージで保存するのでこうしましょう。それに合わせてテーブルの内容も変えましょうか。タイトルと説明文と画像。なので、これを消してタイトル、ディスクリプション、画像とイメージですね、これは。じゃあそれぞれに保存するように設定します。タイトルは、テストテーブルのタイトルに保存する。そして説明文はテストテーブルのディスクリプションに保存する。そして画像はこのページ内のテストテーブルの画像に保存すると指定します。ここからです。ここからご覧いただきたいんですが、最初にここで設定したリピートっていうのがありますよね。で、これをご覧いただくと、ドキュメントページ見ると、ここにループの設定が書いてます。このループの後に繰り返させたい作業を追加する必要があるわけです。で、ループには2つあります。スタンダードループとダイナミックループ。この2つがあります。で、今回はスタンダードループっていうのを使います。これは基本的なループの方法なんです。ループのタイプからスタンダードを選んでください。ちょっと難しくなってきたなって方も大丈夫です。安心してください。で、ここでですね、指定するのが、このページで何回ループするかっていうことを指定する必要があるんですね。何回繰り返したいですか？このタイトル、説明文、画像を保存するって作業を何回繰り返したいですかということです。ページ内に、例えば、3、4、5、5つありますよね。10個あるなら10個でもいいんですが、今回5つにしましょう。5個を保存したいという場合は、ここに5と入力します。5と半角で入力してくださいね。そしてここで保存します。次にここからなんです。ここからなんですが、何回繰り返したいですかってことで5と5回この作業を繰り返したいですよってことを書きました。で、タイトルのこれとかディスクリプションとか画像とか、これはもうちょっとそれに合わせて変えていく必要があります。スタンダードループっていうところを見てみると、ループの書き方として、こういうものを、入れなくちゃいけないって書いてるんです。ちょっとここ難しそうですよね。日本語に翻訳しましょうか。ページを日本語に翻訳すると、これです。リスト内の項目のセレクターには、ここで説明されたように増分する数値が含まれています。で、代わりにこれを挿入する必要があるって書いてるわけです。CSS セレクターと XPath セレクター両方で使えますよって書いてます。使い方結構簡単です。見てください。これですね。タイトル、今ですね、この中で nth-child と入ってます。この部分に当てはめます。こういうことです。1の代わりにこのループインデックスを入れます。これはどういうことかっていうと、ちょっとページの構造を見てほしいんです。これ本当に簡単なお勉強なので、難しく考える必要はなくて、ちょっとメモ帳を分かりやすくするため用意しますね。すぐに理解できます。例えば、
今3つの、CSS セレクターをここに書きました。これ、まず1つ目のこれは、このゼロワークの商品タイトルです。いいですか？そして2つ目のこれは、ブリリアントディレクトリーズ。この商品タイトルがここに当たります。そして3つ目のこれは、ここです。で、見ていただきたいのは、この部分のさらに細かいところなんです。ちょっとこの数字を見てほしいです。nth-child（1） と入ってますね。これ1つ目です。で、この2つ目のブリリアントディレクトリーズは、ここ見てください。2となってます。3つ目の商品は、3となってます。このように、ページ内の構造っていうのはこういう風になってるんです。1つ目、2つ目、3つ目。じゃあ、ここは何ですか？ 4 つ目ですよね。そしてここは5つ目、6つ目、7つ目という風になってるんです。つまり、この要素っていうことを考えたときに、違いは何なのかっていうと、この増分する数字なんです。つまり、この数字のところに、先ほどのこれを当てはめたらいいってだけなんです。これをこの数字の代わりに当てはめたらいいってだけなんです。こういうふうに当てはめるだけです。ここの部分がどんどんと増減していくわけです。で、最初の話に戻ります。リピートを使って同じ作業を繰り返すってことを言いました。同じ作業をループさせるって言いました。ってことは、これですね。増減するこの数値のところにこれを当てはめるってだけなんです。ここもそうですね。説明文の1のところをループを代わりに入れます。イメージのところもこうループありますよね。これもループ入れます。そうするとどういうことが起きるのかっていうと、リピート、ループ1回目、で 2回目、2回目に自動的にこのループのところに数字が入るっていうことになるわけです。つまり1回目のタイトルを保存、説明文保存、画像保存、そしてループなどで戻って2回目、そして3回目というふうにこういうふうに繰り返されるためにこの数字の部分を置き換える必要があるってことですね。じゃあこの状態で実際にやってみましょうか。これで再生ボタンを押します。そうすると各商品のタイトル、説明文、画像がそれぞれ保存されるはずです。見ていてください。商品一覧ページが開いて保存されました。無事に完了しましたね。テストテーブルを確認すると、はい、このようにタイトル、説明文、画像がそれぞれ保存されてます。で、なので、おそらくゼロワークで難しいと思うのが、おそらく初心者にとって一番ここなんですよね。ここでつまずく方が多いんですが、簡単な話なんですよ。この増分する数値のところにループを置き換えるだけです。置き換えたらどうなるかっていうと、1つ目保存、2つ目保存、3つ目保存っていう、この作業を自動的に繰り返すために、まず1回目、2回目、3回目というふうにやるわけですね。ループを入れることによってこれが行われるわけです。ループインデックス。つまりここの、1を2に変えたりすると2からスタートですね。ここはちょっと説明がくどくなるので、ここを省きます。ただこれを入れることによってちゃんと機能すると。リピートが機能するということです。でリピートの回数をこれを10に変えましょうか。10に変えたら今度は5個ではなくて10個保存されるようになります。じゃあやり直しますね。じゃあもう一度再生します。先ほどは5個としてましたが、今度は10回ループさせます。リピートしますね。で、数字も置き換えてますので、ちゃんと10回分保存されるはずです。はい、こんな感じで見ることができます。で、保存されたものを見てみましょうか。そうすると、はい、10個分保存されていますね。はい、このように、画像のクリックだったり、あとは保存といったことを繰り返す行えるわけですね。あとは次ですね、何か違うことをやってみましょうか。じゃあこちら Google です。Google で何かを検索するってことを自動化してみようと思います。じゃあ今度はこの Google の URL をコピーします。そして自動化を開いて、これ全部消しますね。今度は新しいことの解説です。オープンリンクで置き換えましょう。今度は試すのは Google 検索をするときにこの入力エリアにどうやって文字を入力するのかってことだと思うんです。そのために使うのはこれです。どこかな？インサートテキスト or データ。これを使います。はい、ドラッグ&ドロップで設置をしました。じゃあこれつなげますね。これを行うことによって何か特定の検索ワードを入力してテキストを入力するってことを行います。ちょっとやってみましょうか。あとはちょっと待ってくださいね。ここでも先ほどと同じように CSS セレクターまたは XPath のセレクターを指定する必要があります。どこに入力するんですかってことなんです。なので Google 検索の場合、ここですね。ここに入力するっていうふうに指定します。まずは CSS セレクターを入力します。次にどんなテキストを入力したいですかということで、入力したいテキストをここに入れることができます。
じゃあ、犬と入力します。そしてタイピングのスピードも自由に選択できます。右に寄せれば寄せるだけ遅くなります。左に寄せば寄せるだけ、速くなります。で、この0になってると、もう瞬間的に貼り付けられるぐらいのスピードで入力されます。遅く入力するように設定すると、入力が遅くなります。平均がこれですね。なぜこのような設定ができるのかというと、できる限り人間的な模倣で、入力作業を行うためですね。じゃあちょっと試しに入力してみましょうか。再生ボタンを押しますね。そうすると Google が開いて、テキストが挿入されます。はい。じゃあ次ですね。実際に検索をするために、ここでテキストを入力して、エンターボタンを押すってことを自動化したいと思います。テキストを入力するだけでは検索が行われません。なので、エンターボタンを押す必要がありますよね。これをするには、右のサイドバーから、今度はですね、キーボードアクションを押してください。これを持ってきます。そうすると、Google を開いて、特定のテキストを入力して、エンターボタンを押すということを自動化できます。キーボードアクションのアイコンを押すと、ここで何のキーボードを押すアクションを行いたいですかってことを指定することができます。今回はエンターボタンを押したいので、自分の実際のキーボードのエンターボタンを押すと、こういう感じで入ります。自分が押したキーボードの、キーがここに入力されるわけですね。で、複数回押すと、複数回分入れられてしまうので、1回で十分なんで1回としておきましょう。じゃあ実際にこれを行いましょう。再生します。すると Google 検索で Google 検索されて開きます。はい、終了しました。なので、この自動化を作る上で、今基本的な機能というのは解説しましたね。ページを開くとか、テキストを挿入するエンターボタンを押すといったことができます。次にですね、こちらの中でチェックウェブエレメントを使ってみます。これもすごく重要な要素です。これはですね、オープンリンクをじゃあ設置しましょうか。こう設置しましょうか。何かっていうと、これはページ内の要素があるかどうかをチェックしてくれるブロックなんですね。例えば、これ私のブログページなんですが、このブログページの中で、この New というこのラベルご覧いただけますかね。このページ内でこの New というラベルがあるかどうかをチェックするというアクションを行うことができます。例えば、ページをまずは設定しておいて、チェックウェブエレメントでこの New、ここをですね、じゃあこのラベルのX パスを入力します。はい。そして保存。そうすると、このページを開いたときに、このラベルがあるかどうか、このラベルがあるかどうかをチェックします。で、ある場合はこっち、ない場合はこっちと分岐させることができるわけです。これはどういう時に役立つのかっていうと、先ほどのリピートと組み合わせると強力です。例えばページの中でこのニューラベルがあるものとないものがあったりしますよね。そんな時にスクレーピングするかどうかとか次の作業を行うかどうかということを分岐させることができるんです。ニューラベルがある場合はクリックする。ニューラベルがない場合はスキップするみたいな、そういうことを行うことができるわけです。分岐させることができるわけですね。はい、では次にですね、クッキーを使ってログインの作業をスキップする方法について解説をします。まずは実例をお見せしますね。よくあるパターンを説明します。まずオープンリンクをしますね。例えば自分の Google のメールの受信箱を開きたいとしますよね。で、メールの受信箱を URL をコピーしてオープンリンクで設置しようと思います。ちょっと時間を長く置いて設定しますね。そうすると、ここをご覧いただきたいんですが、失敗するはずです。はい。ログインページが出てきますよね。このように、ゼロワークでログインが必要なページを開いたときは、ログインをしてくださいと出てきます。だから、ここでログインをするというアクションを追加してもいいんですが、このログインをするアクションを追加するのは少し面倒くさいですよね。なので、一つの方法としてクッキーを使うということができるんです。はい、こちらですね。Edit this cookie という Google 拡張機能があります。これをインストールしてみてください。無料で使えます。で、そうすると、Google Chrome の右上にクッキーのアイコンが出てきます。で、例えば、この Google のメール受信箱に、ログイン作業なしで入りたい場合には、今インストールしたこのクッキーを押します。そしてここですね。クッキーのエクスポートとあります。ここを押してください。そうすると、クリップボードにクッキーをコピーすることができます。で、このコピーしたクッキーをそのまま、ゼロワークに貼り付けます。どこに貼り付けるのかというと、右上の設定のアイコンがありますね。
ここを押します。そうすると、このクッキーというところで、今コピーしたクッキーをそのまま一切編集せずに貼り付けてください。全部ここに貼り付けます。こんな感じでもう貼り付けました。もう一切手を入れずに貼り付けます。そしてこれで保存をします。で、ここからご覧ください。今、この拡張機能を使ってメールの受信箱のクッキーをエクスポートして貼り付けました。で、この状態で起動しますね。そうすると今度はログインの作業なしに Gmail の受信箱が開きました。このようにクッキーを使うことでログインのプロセスを一切スキップすることができます。非常に便利です。で、これを使って自動化でログイン作業をすべてすっ飛ばすことができます。ただ一つ注意が必要なのは、このクッキーというのは期限が切れることがありますので、その際にまた新しくクッキーをエクスポートして貼り付けるというアクションが必要になります。だいたい数日から数十日でクッキーが切れるはずです。で、これを使うとログインの作業をすっ飛ばすことができますし、あとは例えば Twitter とか、Instagram とかそういったサイトであれば、なんかログインをするたびに不審なアクティビティですみたいな感じで検出されるじゃないですか。お前は悪いボットを使って自動化してるんじゃないかと疑われてしまいますよね。このクッキーを使うことでそれを、軽減することができる。そういった表示が出にくくすることができるんで、ぜひですね、お試しいただければと思います。はい、では引き続き、解説をしていきます。今先ほどGmail にログインの作業なしにログインをすることができました。で、次にですね、何をするのかというと、例えば、この Gmail、来たメールに対して自動で返信するということをやってみたいと思います。こちらを押すと、メールが届いていますよね。おはよう、お元気かいというメールが 0分前に届いてますよね。じゃあ、このメールに対して自動で返信するということを行おうと思います。で、その際にですね、返信を押すと、ここから返信ができるわけですが、今回、チャット GPT を使ってみます。Ask ChatGPT というところを設置しますね。はい。これを使うと、チャット GPT を使ってメールの文章に対して自動で返信文を書いてくれるということをできます。じゃあちょっと自動化を作ってみましょう。設計しましょうか。まずは、このメールを開くということを設定して、あとは、まずは Save Web Element で届いたメールの本文を一時的に保存します。保存して、その保存したデータを元にしてチャット GPT で返信文を作り、返信するためのボタンを押して、今ここで作ったチャット GPT のテキストをメールの返信文として入力して、そして実際に送信するという、送信ボタンを押すという流れを作ってみました。おそらくこれでいけると思います。じゃあまずですね、一時的なデータの保管先を作ります。じゃあテーブルを作りますね。新しいデータの保存先としてテーブルを作ってみます。元のメール文、じゃあメールの件名、こんな感じで列を作りますね。そしたら元のメール文章というタイトルの保存先が作られ、その保存先のデータテーブルにはメールの件名と本文という2つの列が作られています。では、ここでまずは、件名ですね。まずは件名を、こちらのメール件名に保存します。じゃあそしてもう一つですね。次です。なぜ今保存したのかというと、このデータを使って自動化を作るからですね。じゃあ、まずここにプロンプトを書きます。以下のメールに対して100文字以内で短い日本語の返信文を書いてください。そして件名、本文とあります。件名のところには先ほど保存したデータを当てはめます。元のメール文章のメールの件名がここに来る。本文はここにある、テーブルの本文が設置されるという想定でやります。あとは保存先ちょっと決めてませんでしたね。ちょっと待ってくださいね。保存先を作りましょうか。どうしましょう。じゃあ別で作りましょうか。じゃあこれチャット GPT で分かりやすく別で作ってみます。チャット GPT で作ったメール文章、ここに入るよっていう列作りました。そうすると、ここにチャット GPT で作ったメール文を保存します。ここですね。で、ここに入るよと設定します。あとは、実際に、あとは簡単な流れですね。作ったメールの文章を、チャット GPT で作った文章を、ここのボタンを押して返信するということを行います。で、ここで、インサートテキスト or データというところで、コンテンツを入力しますが、この T を押して、事前に保存した、ここで保存したチャット GPT で作ったメールの文章をここで使います。チャット GPT で作ったメールの文章のここに入るよというのを入れると、こういう感じですね。あとは、タイピングスピードはこれでいいでしょう。で、次です。こちらですね。クリックウェブエレメントで
何かこうやってテキストを書いて送信するというところがありますね。じゃあ、これで準備完了です。ちょっとご覧ください。この流れをもう一度最後に説明させてください。メールの受信箱を開いて、まずは来たメールの件名と本文を保存し、その内容を元にして返信メールをチャット GPT で作ったチャット GPT のメールの返信文をここに保存します。で、そしたら次にですね、こちらの返信のボタンを押して、さっき保存したチャット GPT で作ったメールの本文を入力して送るという自動化です。では、実際にこの内容で起動します。はい、このように返信文が作られて送信されました。ちょっとプロンプトの制御が甘すぎて、この返信という邪魔な項目が入ってしまってるんですが、これですね。ここは返信文の本文だけ書いてくださいと指示を加えたら、それだけ出力してくださいという指示を加えたら、この部分は出てこないと思います。なので、今回ですね、Gmail を開いて返信文を作るという自動化を作りました。今回の動画をご覧いただいて、こういった自動化も作れるよというアイデアが湧いてきたんじゃないでしょうかね。ぜひ試してみてください。AskChatBot と、これですね。これを使ってください。で、これ使うと他にどんなことができるかというと、Instagram でダイレクトメッセージを送る自動化とか、Facebook もそうですね。Facebook のダイレクトメッセージを、自動的に送る自動化とかね、そういうものを作れます。で、この自動化ということに関してあんまりくどくどと言うつもりはないんですが、Instagram とか Facebook のダイレクトメッセージの自動化はやられる側はめちゃくちゃうざいですので、そこはちょっと注意していただきたいんですが、これうまく使いようによってはかなり効果的なんですよ。ダイレクトメッセージの自動化っていうのは。要は、インスタグラムのプロフィールの説明文をスクレーピングして、その内容を元にして、ダイレクトメッセージを作り、それを送信するってことをやると、よくあるスパム的なダイレクトメッセージじゃなくて、送る相手にパーソナライズ化されたダイレクトメッセージを送れるってことなんですよね。だから、あえて例えばインスタグラムやフェイスFacebook の自動化の際に相手の SNS のアカウントの情報を元にしたダイレクトメッセージを書いて送ったりすると結構効果的です。なので、スパムに思われない、自動化を作るといいです。で、私もこれはかなり検証しました。強力です。インスタグラムのダイレクトメッセージの自動化、あとはリンクトインですね。これももう何年も前から試してるんですけど、やっぱり強力なんですよ。相手の懐に入っていく自動化なんで、最初の頃はね、やっぱりスパム的なダイレクトメッセージを送ってしまう自動化を安易に作ってしまう人いると思うんですけど、ここをですね、相手に最適化されたダイレクトメッセージを自動で作って送ると、相手も人間が書いて送ってるんだなって思ってもらえるんで、ちゃんと返信されるんですよね。返信率が高まるんですよ。相手にもスパムと思われずに、そこから友好関係作っていくこともできるんで、単にチャット GPT で、ダイレクトメッセージを書くんじゃなくて、スクレーピングをして、その元にして、パーソナライズ化された返信文、ダイレクトメッセージを送るってことをやってみるといいと思います。ということで、いろんな使い方ができるんで、試してみてください。チャット GPT かなり使えますよ。誰かのブログへのコメントをチャット GPT で行って自動化するとか、そういうことを100サイト、1000サイトとか行うことできます。で、今回、GPT の 3.5、3.5 を使いましたが、これなんかだとかなりコストが安いですので、短い文面とかだったら、この 3.5 でいいと思います。わざわざ GPT-4 を使う必要もないと思いますね。長い文章を作る場合は GPT-4 を使ってもいいと思いますが、短いものだったら GPT-3.5 でも全然いいんじゃないかなと思います。ということで、ぜひ活用をなさってみてください。失礼いたします。はい、今回はファイルのアップロードの自動化をやってみます。今回はこのページを開いてファイルをアップロードするということですね。これを行います。まずはページを開いて、ここですね。この部分を押すというアクションを加えます。クリックウェブエレメント。で、押したらファイルをアップロードするわけです。じゃあ、どのファイルをアップロードするのかということなんですが、これはですね、テーブルを使って大量のファイルをアップロードすることもできますし、こういうふうにですね、バリアブルを使って、今回はテスト用なので、ちょっと一度作ってみましょうか。Create File Variables テストと名付けます。そうすると、アップロードするファイルを入れられますね。今、この一時的なデータの中にファイルが一つ入っています。じゃあ、これをアップロードするように指定しましょうか。ここを押してテスト。はい。これでやってみます。では、実際に起動しますね。そうすると、ページを開いて、画像ファイルを
アップロードするということを行うことができます。はい、アップロードが行われましたね。このように、ファイルのアップロードを自動化することもできます。ぜひお試しください。あとはリピートなんかも使うことができますから、複数のページに、ファイルをアップロードするとか、複数のファイルをアップロードするといったことを、組み立てることもできますので、これはかなり応用が効くのでお試しください。はい、次に紹介するのは、ゼロワークの新しい機能、Webhook 機能ですね。ちょっとこれは応用的かもしれないけども、これが使えるようになると本当に便利になります。あらゆる作業を自動化できます。で、これをですね、解説をしていきます。で、みんなが思っている以上に難しくないです。なので、ぜひご覧になってください。で、Webhook とは何かというと、ゼロワークに1、2ヶ月前にこちらですね、追加されたんですが、設定を見ると、Webhook とありますね。これを今有効化してます。これはですね、この URL がありますよね。この URL に向かって情報を飛ばすと、この自動化が起動するというものなんです。雑にざっくりと説明するとそんな感じなんですね。で、この自動化については後で解説します。で、まずこの Webhook の URL、これにですね、どうやって情報を送るのかというと、ActivePieces というツールを私は使っています。で、これはですね、2つ今、ステップが追加されてますね。アクションが追加されてます。すごくシンプルです。私の YouTube チャンネルに新しい動画が投稿されたら、自動的に先ほどの Webhook URL に向けて情報を送るわけです。新しい動画が投稿されたよっていう情報を送ります。それを受け取ったゼロワークは、じゃあ分かったと。この自動化を起動するなという仕組みで起動するわけですね。つまり、ここで新しい YouTube 動画が投稿されたことを検知したら、その情報をゼロワークに送り、ゼロワークがその情報を受け取り、自動化を開始するという流れです。で、実際どのような自動化を開始するのかというと、この通りですね。まずはゼロワークで私の YouTube チャンネルを開きます。で、一番最近の投稿された左上のこのタイトルと URL を動画から抽出します。それがここですね。タイトルを抽出して URL を抽出して、そして次に私の X のアカウントを開きます。開いたら先ほど抽出した動画のタイトルと URL を含めて投稿すると、ツイートするという流れですね。で、通常 Webhook を使うとここのステップは通常は不要なんですよ。わざわざここで YouTube チャンネルを開いて最新の動画を取得するなんてことをしなくても、ActivePieces から新しい動画の情報を直接受け取ってそれをつぶやくってだけでいいので、ここの3つのブロックは通常は不要なんですけど、現在こちらのゼロワークに関しては Webhook で動的なデータ、ダイナミックデータというのがですね、うまく扱われないんですね。ちょっとこちらご覧いただくとよろしいかと思いますが、ヘルプページがあって、こちらですね。現在は、ダイナミックデータを送ることや受け取ることはできないということですね。なので、残念ながらすごく物理的な自動化を今組んでいます。新しい動画が投稿されたら、その投稿されたことをゼロワークで受け取り、自動的にその動画のタイトルと URL を抽出しに向かって、抽出したタイトルと URL を X でつぶやくという自動化です。だけどすごくシンプルですよね。このゼロワークの方で組み立てているのはたった7つのブロックで構成されているフローです。すごくシンプルな流れですね。で、ActivePieces でもたった2つです。新しい動画が投稿されたらその情報を送るよってだけですから、すごくシンプルなんですね。で、ゼロワークで Webhook を使うには、この設定のアイコンでこちらから新しく追加をするだけです。消して、じゃあもう一度やりますね。Generate Webhook を押すと、新しい Webhook が作られます。で、この URL をここに貼り付けるという流れです。で、Webhook はそんなに難しくないです。ザピアとか、パブリーコネクトとか、メイクとか、あとは先ほどご覧になった ActivePieces のような、こういったツールを使うことで、Webhook がかなり有効に使うことができますので、ぜひお試しいただければと思います。では、失礼いたします。はい、ということで今回は自動化ツールゼロワークの使い方の基本を学んでいただきました。これである程度の自動化をご自身で作っていただけるようになったはずです。で、こちらのゼロワークに関して私の個人的な印象としてはかなり過小評価されているツールだと思ってますね。ゼロワークはですね、今 YouTube チャンネルもあるんですが、チャンネル登録者数もそれほど多くないですし、一つ一つチュートリアル動画もしっかりと作り込まれてるんですが、このツールでできる自動化を考えるとかなり過小評価されているツールだと思います。で、ゼロワークは私もですね、最初は使いこなせるか不安だったんですよね。1年ほど前は。なので、ティア1から購入を始めたんです。で、この価格を支払って、実際に使ってみたときに、意外と使えるじゃんと。
まさにこの動画でここまであなたに学んでいただいたようなことを実際に自分で手探りながらもやっていく中で、いろんな自動化を作っていき、これまた販売されないかなと思っていたところ、また再販されたと。なので今回この機械を使って私はティア2にアップグレードをしました。この通りですね。だから実際に私自身もですね、最初はティア1から始めて、これは相当いいツールだということで今回ティア2にアップグレードをしてます。ということもあって、ぜひですね、これをご覧のあなたには、まずはティア1からお試しいただきたいんです。ちょっと使いこなせるかわかんないけど、この動画を見て実際にやってみようかなという感じで使っていただければと思います。で、こちらのゼロワークという自動化ツールに関しては、こちらですね、60日間の返金保証がついています。価格も円安とはいえそんなに高くないです。1万2000円程度ですから、これほど高機能な自動化ツールを約1万2000円で購入できる上に、さらに60日間の返金保証もついていますから、ぜひこの機会に試してみていただきたいですね。で、私もタスクマジックやロボモーションや、今回のこのゼロワークや様々な自動化ツールをこのアップスーモで購入して試してきましたが、その中でも私は特に使っている自動化ツールがこのゼロワークです。ということもあって、ぜひですね、これ、ちょっと使いこなせるか不安だなという方もですね、この動画を見て面白そうだなと思ったら手に取ってみていただければと思います。では、失礼いたします。